こっちでしかやれないこととか、ここでやりたいことをやって思い切ってこっちへの移住を決意しました。お国はどちらですか？はい、ドイツです。今もう日本語がすごくお上手ですけども、はい、ドイツと日本どのくらい住んでましたか？僕生まれ育ちがドイツで、そこで28年間ずっとそうで住んでいて、したか。途中日本に住んでいたこともあったんですけど、はい。基本的にはずっと向こうで生活をしていました。日本語どこでどうお勉強されてたんですか？お勉強という感覚ではなかったんですけど、はい。やっぱり生まれた時からずっと父親と日本語を話していて、日本語オンリーで喋ってきたので、通してずっと話してくれたのはすごい大きいことだったのかな。日本語の補習校というのが、デュッセルドルフっていう、日本人が最も多い町、そこに補習校があって、学校で勉強した年数でいうと12年になります。それで結構必然と吸収していったのかなというふうに、だから全然勉強という感覚ではなくて、もっと自然と身についていったっていう、日本人と変わらない感じで。ちなみに日本語を学習する中でどのパートが一番難しかったですか？4技能あると思うんですけど、ゆりやんさん的にはどこが一番難しかったですか？書くのが一番難しいです。ドイツ生まれ育ちの日本人の友達がいて、でその友達とかは学校変わってないんですよ、僕みたいな補習校に。話せても書けないんですよ、読み書きがあまりできない。文字に関する技能がやっぱりできたらすごいと思われるし、学ぶのもそれが一番難しいのかなって思いますね。ちなみに今エピソード聞いて思ったんですけど、どれが一番自分的には上手ですか？どっちの方が話せてすごいかって言われたらやっぱ日本語なんで。そうですか。どちらも習うとしたらどっちの方が難しい。前技のマスターしようとすると、圧倒的に日本語の方が絶対難しいと思うので。そうですか。自分としては話せてすごいと思うのは日本語だと思います。話せて当然なのはドイツ語、こっちで生まれ育ってるんで。そうですね。逆に皆さんに珍しく思われましたか？日本語話せるし、ハーフだし。はい、そうです、そうです。どういう反応でした皆さん？どういう反応？学校時代ではあんまり日本語が話せてすごいねという話だけなんですけど、ドイツで大学通った時期はインターナショナルな学科で、そこではやっぱり文化的な交流とか話をするので、その時に純ドイツ人じゃないよねっていう話になって、じゃあ当ててみなっていうふうに。当たります？いや、当たんないんです。そうですよね。結構じらしてようやく日本人だよっていうふうに言うとやっぱ必ずびっくりされます。いや、そうですよね。いや、わかんないですよ皆さん。原点に戻ると、なぜ今日本にいらっしゃるんですか？日本人でもあるから、日本での生活も自分にとっては必要不可欠かなと思ったんですね。自分の人生を振り返ったら、日本に住んでいなかったことを後悔すると思って、こっちでしかやれないこととか、ここでやりたいことをやって思い切ってこっちへの移住を決意しました。なぜ日本語教師養成講座を受講されたかってきっかけとかはあったりするんですか？実は、大学の時に南米の方に、インターンで留学をしていたことがあって、でそこの留学先が日系人協会といって、でそこで日本語教室というのがあって、でそれのアシスタントをしていたんですよ。でそこで初めて、日本語教育に教える側としてちょっと関わっていた。でその時はあまりまだ全然意識してなかったんですよね。僕がいずれ教えることになるのかと。大学で僕、通訳翻訳学科でも言語系の学科ってすごい曖昧で、専門性が全くなくて、
当時はもうスペイン語が勉強したくて仕方ないという思いで始めてすごい楽しかったんですけど、はい、終わってみたら何のスキルも身についていない、スペイン語が喋れるだけで4カ国語喋れるんだからすごいじゃんって言われるんですけど、別に言語が喋れるからって専門的な知識がないと通訳翻訳だろうが活かせられないんですよ。それですごい悩んだ時期が一時期あって、一応日本語をずっと武器にしてきたんですけど、話せるのはすごい普通として捉えてきたんですけど、それを一歩超えてじゃあ教えてみたらどうかっていうふうに思ってオンラインで日本語を教え始めてみた。やってるうちに知識がないから結構適当になっちゃう。文法はもちろんのこと、教材もないカリキュラムもない、ど素人じゃないですか。喋れても分かんないんですよ。いやー、なるほど、外国語として勉強してないんですよ。適当じゃなんか申し訳ないなと思って、ちゃんと勉強してみようかなと思って、それがきっかけで、日本語教師にも、そのオンラインで教えてたってこともあって、興味を持ったってことですね。はい、そうですね。なのでJICA 派遣だと最大で2年とかいけるのかな。養成講座修了、検定試験合格プラス実技経験もあった方が、行きやすいかな。そうですね。またスペイン語を学びながらでも逆に日本語も教えられて、一石二鳥で。そうですね。いいですね。夢は大きくいきましょう。そうですね。